恐竜研究者こちるいすすむです。今回はミクロラプトルという全身羽毛に覆われた恐竜の翼の構造について紹介していきます。この写真を見てもわかるようにミクロラプトルの化石は体中に羽毛の痕跡が残っています。特にユニークなのは後ろ足にもたくさんの羽毛が生えていることです。これは現在の鳥類とは全く違う特徴なんですね。鶏の足は見ての通り鱗で覆われていて、こんなところに羽毛なんて生えていません。足に羽毛が生えているのはミクロラプトルだけではなく、太古の鳥類と言われる始祖鳥や、さらには巨大な肉食恐竜ティラノサウルスの仲間であるユーティラヌスの足にも羽毛が生えていたことが分かっています。しかしミクロラプトルの羽毛は非常に長く立派で、しかも左右非対称だったということが分かっています。どういうことかというと、空を飛ぶ鳥類の羽毛は前の方が幅が狭く後ろの方が幅が大きいという特徴を持つんですね。これは航空力学的にこの方が翼が安定するからです。この辺詳しい原理はこっちの動画で解説しているので、興味ある人はぜひご覧ください。まあこのように後ろ足の羽毛まで非対称性を持つことから、ミクロラプトルは後ろ足の羽毛も活用して空を飛んでいたのではないかと、そのように言われているわけです。ただこれまでの研究では問題というかちょっと限界がありました。それが何かというと、まず1つ目、どうしても有名な標本に研究が集中しちゃってるので、個体差とか成長段階とかの違いがよく分かっていないんですね。これはもう恐竜研究にありがちな問題なんですが、彼らが一体どのように生きていたかを推察する上では重要な問題となっていきます。そして2つ目、保存状態の問題ですね。確かにミクロラプトルの化石綺麗です。ですがこれ1枚の岩の上に押しつぶされた形になっちゃってるんですね。そのため骨の長さや形を正確に評価するのが非常に難しいです。関連して羽毛の構造に関しても詳細を知ることが非常に困難です。足の羽毛は一体どのくらいまで続いているのか、羽毛は何層あるのか、羽毛がつく角度は非対称とは言うけれども一体どの程度偏っているのか、この辺りのことはサンプル数の不足と保存状態の問題もあってしっかりと検証されていませんでした。これらの問題を解決するためにこの研究ではなんとミクロラプトル化石16個を対象にした網羅的な解析を行いました。しかもそのうち8個体はこれまで報告されていなかった新標本です。もうこれ完全に新規のデータになりますね。推定体重はだいたい 200g 程度から 2kg 程度の個体までいい感じにばらつきのあるサンプルとなっています。さらにレーザーを使って羽毛の構造を細かく可視化することに成功しました。しかもそれだけではなくシンクロトロンという技術を使って年齢を推定することでミクロラプトルの羽毛の成長に伴う変化まで考慮しています。もうさらにですが、原生鳥類157体の羽毛とも比較しています。これによってミクロラプトルの羽毛が一体どんな鳥と似ているのか、そこまで徹底的に検証したわけです。ではその検証の結果を見ていきましょう。レーザーを照射してミクロラプトルの化石を見るとだいたいこんな感じになります。羽毛の痕跡がしっかりと浮かび上がっていることがわかるかと思います。これはまた別の標本です。同じように羽毛の痕跡がしっかりと見えます。さらに別の標本、左が白色光、右がレーザーを当てた写真です。羽毛の痕跡がレーザーを当てることによってはっきりと浮き出てくることがわかるかと思います。これもまた綺麗な標本ですね。この辺を見るとですね、指の付け根までびっしりと羽毛に覆われていたということがはっきりとわかります。このように美しい標本を惜しげもなく使い解析した結果、ミクロラプトルの翼の構造が見えてきました。それがこちらです。簡単に説明していきましょう。この論文ではミクロラプトルの後ろ足の羽毛を
大きく6つに分類しています。足の前側の羽毛、足の後ろの短い羽毛、大腿骨、つまり太ももにつく長い羽毛、すねの骨につく長い羽毛、指のすぐ後ろにつく長い羽毛、そして長い風切り羽です。そう、ミクロラプトルの後ろ足に風切り羽が確認されたんですね。このような風切り羽だけが強く非対称性を持っているということも分かりました。ただし注意が必要な点として、風切り羽の非対称性は実はそんなに強くないんですね。せいぜい前側1に対して後ろ側が3程度です。きちんと空気抵抗を減らすためにはこれが4対1くらいになるのが理想なんですね。しかもこのような効果を得るためには羽毛が真正面から風を受ける必要があります。つまりですね、こんな方向から風が吹くか、それとももっと思いっきり足を広げる必要があります。どのくらいかと言いますと、これだけ広げてもまだ全然足りないです。それはもうちょっと実用的ではない気がするので、もしかしたら単に発生的制約、つまりですね、前足と同じような羽毛を作っているけれども、そこに機能的な意味はないかもしれないという可能性にこの論文では言及しています。ただしこの論文ではですね、だいたい40度くらいであれば羽毛を動かせたという可能性も指摘しています。もしかしたら足を広げるだけではなくて、空を飛ぶ時には羽毛を外側に展開することによって必要な角度を得ていたのかもしれません。また羽毛の重なりは足先に近い方から3層、2層、2層になっていることが判明しました。このような構造は今生きている鳥類はもちろん他の化石鳥類や羽毛鳥類にも見られない特徴で、ミクロラプトルが持つ唯一無二の構造のようです。またシンクロトロンを使った年齢推定では骨の再構築も進んでいないため、せいぜい2歳程度の子供であるだろうとしています。で、面白いのは比較的小さくて子供と思われるミクロラプトル、それの化石も非常に立派な羽毛を持っているんですね。むしろ体の大きさに対する羽毛の大きさは小さい個体の方が大きいです。つまりこれはミクロラプトルが子供の頃から空を飛んでいた可能性や、体が小さくても性的に成熟していた可能性を示唆するのかもしれません。またこの論文ではミクロラプトルのかぎ爪に関しても一言述べています。ミクロラプトルのかぎ爪は非常によく発達しているのが見て取れます。これは爪で獲物を抑え込んでいて食べていた積極的で優秀なハンターだったのかもしれないとしていますね。まとめるとこの論文はミクロラプトルの化石を16個体分も使った過去に例がない大規模な比較を行っています。しかもそれらに対してレーザーなどの最新技術を使うことで羽毛の構造を細かく比較しています。その結果、足先に長い風切り羽を持つことが改めて明らかになりました。これらの風切り羽は前後で対称ではないため、多少は揚力を発生させていた可能性がありますが、詳細はまだ分かりません。後足の翼は付け根から2層、2層、3層の構造となっており、これはミクロラプトルに唯一無二の構造です。風切り羽は小さく若い個体でも非常によく発達していたことから、もしかしたら骨格の成熟よりも先んじて性成熟していたのかもしれませんでした。以上、ミクロラプトルの翼の詳細、面白いと思ってもらえたら高評価やチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。このチャンネルでは毎週日曜日にライブ配信でこのような論文紹介を行っております。夏の間はですね、古地類がですね、恐竜発掘に出かけてて、インターネットがつながらなかったりするんで、ライブはお休みなんですけれども、それでもライブやっている夏以外の時期にぜひぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。